サリューどうも。いや、暑い。まだ暑いっすね。暑い日が続きます。そんな時は肉食って体力つけましょう。今日やっていくのは牛肩ロース。これをステーキにしてチミチュリソースと合わせていきます。アルゼンチン発祥のソースですね。割と万能に使える薬味のようなそういったソースです。基本的に切って混ぜるだけのソースなんで簡単ですからね。興味ある方ぜひ最後まで見てってください。はい、それで、まずは牛肩ロースですね。軽く油は取り除きました。でもあんまり取りすぎてもオイリーじゃなくなるんで少し残した感じで、準備ってところですかね。牛肩ロースは結構スーパーにも売ってますからね、ステーキ用として、僕は好きなんですよ。ちょっと焼きすぎてもパサパサにならなくて、しっかりとね噛めば噛むほど味が出てくるお肉なんでおすすめです。でアメリカのアンガス牛だったかな、これは。でアメリカの牛肉とかね、香りがちょっとあんまり得意じゃないっていう方もいると思うんで、まさにねそういう方に今回のソースは、うってつけじゃないかと思ってます。で今玉ねぎ刻んでるんですけど、これももうチミチュリソース用ですね。実際にアルゼンチン出身のシェフの方とかのねちょっとレシピ探したりしてみたんですけど、玉ねぎとか入れる人もいれば入れない人もいて、玉ねぎ自体も、僕は今回流水させてるんですけど、流水させないでそのまま入れるパターンの方が多いように思いました。ただ今回、僕がね玉ねぎフレッシュで使う場合って結構流水させた方がね辛みが和らいで好きなんで、そういうのもあって流水させてます。好みによって使い分けてください。でニンニクも刻んでおきました。でですね、重要なのはパセリだと思ってて、しっかりハーブ感と、あとこの緑の色ですね、これをソース全体にしっかりと移すためにたくさん刻んでおきます。シェフによってはパクチー入れたりもしてますね。ただやっぱり調べていくとスタンダードなものっていうのは基本的にはニンニク、パセリ、オレガノ、あとは辛くないパプリカですね。多分これ向こうのものだと思うんですけど、アルゼンチンとか南米の。あとはピミエントピカンテっていうちょっと旨味のある辛みの弱い唐辛子、こういうのを加えてました。はい、それでニンニクはですね、オリーブオイルで香り出しして少し甘くしておきます。甘みを出すというか、ニンニクのそこに、シェリービネガーですね。これ白か赤のワインビネガーで作ることが多いんですけど、今回シェリービネガーっていうちょっと熟成感のあるビネガーにして、牛肉とこれがね結構合うと思うんですよね。であとは玉ねぎとかさっき刻んだ、パセリとか加えていきます。もうこの段階でねこれを焼いたお肉につけるだけでも十分美味しいと思います。玉ねぎ流水させた後にしっかりと水分は拭ってるんですけど、それでもやっぱ少しね水っぽくなりやすいので味がぼやけますから、塩はしっかりしておきましょう。それでここからはハーブスパイスです。チリペッパー、クミン、ブラックペッパー、オレガノ、コリアンダーですね。基本的にはチリペッパーとあとオレガノを使うだけのことの方が多いような気がしますけど、どうなんですかね。僕もアルゼンチン料理すごい詳しいわけじゃないから断言はできないんですけどね、いくつかのレシピを見た中でそう思いました。でもこれだけね5種類ぐらいのハーブスパイス加えると、やっぱもうこれだけでこの薬味ソースにだいぶ奥行き出ますね。アルゼンチンではアサードっていう肉料理や魚料理、あとはサラダとかにも使うから本当ね万能だと思うんですよね。国民的ソースじゃないですか。アサードっていうのは炭火でグリル焼きしたお肉らしいんですけど、その炭がもうだいぶ落ち着いてる時、温度が下がってる時に本当ねゆっくり焼くらしいんですよね。いぶすように焼く。それこそお肉によっては1時間ぐらいかけて本当じっくりと火入れしていくそうです。だから一般的な炭火焼きとはちょっと違うのかもしれないですね。リオネル・メッシもそれを食べて育ったって思ったらちょっと胸が熱くなりますよね。ちなみに18歳19歳ぐらいのロン毛の時のメッシが好きです。はい。でステーキはですね、一旦強火でバターを焦がし気味にしてから温度を中火にして両面焼いていきますね。もうこれぐらいの厚みなんで2分ぐらい焼けばねちょうどよく入りますね。
はい、でわざわざ常温に長時間戻しておく必要もないし、逆にね戻しておくと火が入りすぎちゃうと思うんですよね。で1回だと焼き色つかないと思うんで、それこそもう 3,4 回ぐらいひっくり返して徐々に焼き色つけていく感じです。それでこの焼いたバター温度落として鍋底に黒いすすだらけになっちゃったら多分焦げてると思うんですけど、これぐらい茶色だったらだいぶいいコンディションでまだ使えるんで、これもねちょっとしたソースというかステーキに塗るような感じで使っていきます。今入れたのはレモン汁ですね。あとは黒胡椒とほんのちょっとの塩。もうこれだけでねめちゃめちゃ美味しい第2のソースが出来上がります。はい、ということでステーキ切っていきますね。あまりね焼ききれなかった油っていうのは取り除きます。焼いた時にだいぶこう肉をねガードしてくれてたりもしたんで、役目は終わったって感じで、はい、こんな感じです。結構いい色じゃないですかね。いいレアだと思います。というわけで盛り付けドレッシングに行きましょうか。もうたっぷりとチミチュリソースをかけて、さっきのバターのソースも仕上げで振りかけます。うわこれうまっ。超うまいっすねこれは。パセリの爽やかさがいい。このねシェリービネガーの酸味とクミン、あとコリアンダー、オレガノ感、全体のハーブ感、スパイス感っていうのがねすごくいいっすねこれ。多分お肉いくらでも食べれちゃうようなアクセントというか、フレッシュの玉ねぎとちょっとね火を入れたニンニク、バランスもいいっすね。これすごくいいぞ。なんか他のもの全然合うな。万能って言われるのが分かりますね。シェリービネガーの熟成感がいいな。まだ肉焼いた時の焦がしバターとのね調和もいいっすねこれ。うめえ。程よいレア感がまたたまんないんだわ。震える。正直かなり多めにパセリ入れたけど、パセリ好きな人はもっと入れてもいいかもしれない。買ってきたパセリが余らないぐらい入れてもいいかも。というわけでアルゼンチンのソウルフードチミチュリソースとステーキでした。よかったらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。